というかもう午後遅い時間なんですけれども今日朝ずっとコンテンツの撮影をしておりまして、なのでメイクをしておるのですけれども、今日はすごい寒くてですね、もう冬が来ますねっていう感じです。ニューヨークから帰ってきてからやっぱ日が暮れるのがさらに早くなってると思って、やってきた、もう5時には暗い、悲しいね、寂しいねっていう感じなんですけど、今日も夜イベントに出席する予定があるので、もうちょっとしたら準備しようかなっていう感じなんですけど、最近やっぱり秋冬の立ち上がりなので、そういうイベントとかパーティーとかが多くて、新しいお店がたくさん開いてたりもして、やっぱり日本がすごく注目されていて、いろんなブランドさんの日本のお店がオープンしていろんなイベントが重なってるんですけれども、今日はこの間行った器のポップアップとか展示のギャラリー MO っていうすごい素敵な、普段はセレクトショップでギャラリーで家具とかも売ってるところがあるんですけど、そこですごい気になってたブランドのポップアップがあるので、そちらに先にお邪魔して、でその後に家具のイベントがあるので、家具ラバーとしてはぜひ見に行きたいなということで、今夜はみつじと2人でイベントに伺おうと思っております。今日も美しいものが見れそうなのでとても楽しみです。おはよう。今日はこれから撮影に参ります。久しぶりのロケなんですけど、ちょっと曇ってるけど天気持ちそうで、あと連日寒かったんですけど、今日はあったかいのでよかったと思っております。もうすっかりニューヨークから帰ってきたら冬で、やっぱ暗くなるのも早いし、朝晩の冷え込みも激しくて、ちょっと冬を感じるところなんですけど、センが帰ってきました。おかえり。すいません。全然です恐縮です撮影？撮影でございます。みんなと喋っております。ただいま。おかえり。昨日も2つイベントにお邪魔させてもらったんですけど、ラコレクションのお洋服すごい素敵で、やっぱ上質でシルエットの美しいお洋服って素敵だなっていう風に思いました。普段カジュアルな格好が多いんですけど、最近そういうちょっとフォーマルめいたお洋服が気分で、なのでスラックスとかちょっとツヤ感のあるテクスチャーのファブリックとかに興味を持ってるんですけど、まさに今のムードにぴったりな感じのお洋服たちでした。で、昨日ミヤでいただいたものがすごい可愛くて、これまたね、あれなんですよ、バラこういうやつ、見ればみんな絶対わかるやつ、をいただいたんですけど、このねグレーがすっごい素敵なグレーで、こちらです。可愛くないですか？これ今日私カーディガンもグレーなんですけど、このグレーすっごい素敵だなと思ってて、ここにねこうやって切り返しっていうんですか、これが入ってるからすっごいね綺麗なシルエットのものでした。ちょっとピタッとした感じのタイプなんですけど、コートとかに合わせたりしたらすごい可愛いだろうなと思って被るのすごい楽しみにしております。で、2つ目のイベントは家具のイベントだったんですけど、最近ファッションだけではなく家具のイベントに呼んでいただいたりすることも増えておりまして、もう家具ラバーとしてはすごく嬉しくて楽しいことなんですけど、やはりいつものイベントとはちょっと違った感じで、すっごい家具をジロジロ見ながら細かいディティールに燃えたりしておりまして、すごく楽しい夜でした。センと一緒に行って会場でワイン飲んだりなんかもしていい夜だったねって帰ってきて、ネットフリックス見ながら話してたんですけど、またちょっと家具熱がやってきているので、ちょっとお休みの日に家具屋さんなんか行きたいなと思っております。じゃあちょっともう行かなきゃいけないので、行ってきます。
きたらセンがご飯作ってくれてました。何作ってるんですか？鶏とおお、すごい。スープグリーン。ヤッホー、撮影を終えて帰ってまいりました。今センがキッチンでちょっとランチを火から下ろしたかなお肉を作ってくれてるんですけど、今日の撮影はセリーヌさんの動画の撮影で縦の動画の撮影だったんですけど、普段 YouTube はこんな感じで横で撮ってて、インスタのリールとかは縦でやってるので、自分たちでも撮影したり編集したりとデジタルコンテンツの制作をしてるんですけど、今日プロの方のワークフローを見させていただいて、そうやって撮るとこういう風になるのかとか、レンズそんなにいっぱいあるんだすごいとか、その機材何ですかみたいな感じで撮っていただいてる身だったんですけど、その撮られている側のことがすごく興味津々でいろいろ勉強になる撮影で、とても楽しく撮影させていただきました。でランチがそろそろできたっぽいので一緒に食べていきたいと思います。すごい美味しそう。せんちゃんお手製のソースでございます。ニンニクたっぷり。いただきます。これ何ソースなの？ガーリックとバターとレモン。おー、美味しそう。結構いいよね。チキンにも使えるかも。美味しい。レモン冷蔵庫あったもんね。残りが。美味しい。やった。ありがとう。本当に。ヤッホー、帰ってまいりました。京都からすごいいい旅でございました。今年のバースデートリップは京都にしたんですけど、実は本当にバタバタしてたからお休み取ってたものの、ちょっと準備とか計画とか全然できないまま、いやちょっともうギリギリすぎるし、なんならちょっと忙しいから家の掃除とかする時間に当てた方がいいのかなって思い始めてたんですけど、でもいや、この仕事の忙しさとか日々のこうバタバタした感じとかに飲まれて、自分のための楽しさみたいなのを諦めたらいけないなって思って、ギリギリになって京都の旅を決めて行ってきました。カナダ、ニューヨークあったんで、もう海外はちょっといいかなと思ってて、飛行機に乗らなくても行けるとこがいいよねってなってたので、今回京都にしたんですけれども、今回の旅のテーマは経験っていうのをテーマにしていて、なのでブルーボトルのコーヒーのコースを予約して行ったりとか、あとはお茶菓子懐石っていうお茶とお茶菓子のコースを体験したりとかして、あとずっと気になってたレストラン、結構体験型というか沖縄料理のベースがあっての創作料理みたいなとこだったんですけど、そこも気になってたから、今回はいろんなことを経験しようという気持ちを持って京都の旅を計画してきました。で、あんまりいろんなところにいっぱい行ったりとかしなかったんですけど、お寺1日3軒回るとか、ここのショップとあそこのショップいっぱい見てくるとかっていう感じではなく、本当に東京で暮らしてるかのような感じにちょっと何かを追加した感じだから、朝コーヒー飲みに行って、ちょっと仕事して、で一回お部屋戻って、準備して朝ごはん食べに行ってふらふら歩いて、いいところがあれば入るいいところがなければまたお茶するみたいな、ゆるっと我々らしい旅をさせてもらいました。やっぱり食べ物と飲み物が好きなので、そういうのをメインに今回の旅はしたっていう
感じです。さっきも話した通り、その自分の忙しさみたいなのに圧倒されてるところももちろんあったんですけど、それはセーフスペースでも最近泣いた話とかも絡めながら話しておりまして、その自分が追い詰められた時の対処とかに関してもセーフスペースで話してるんですけど、今回のバースデートリップはすごいいい教訓だったなと思っていて、毎年すごい楽しみにしてたバースデートリップだし、休みも前々から取ってたにもかかわらず、それを本当に諦めそうになってた自分もいたので、もう計画するのもちょっと面倒くさいみたいなところもあったし、だけどね、やっぱり一回しかない人生、いろんなことを楽しんだ方がやっぱりいいし、やらなきゃいけないことはいっぱいあるけれども、でもじゃあ何のためにそれを頑張ってるのって言ったら、自分が楽しむためだし、だからそういう本質というか、そういうものを忘れないようにしないといけないなっていうのは、今回京都の旅で思ったところでもあります。東京戻ってきて、ちょっと家のことやったりとかする時間もちゃんと今回設けたので、旅から帰ってきてすぐ仕事っていう感じじゃなかったのもすごい良かったなと思っていて、気持ち的にもちょっとくつろいだ感じになれて、すごくいい感じでございます。また一つ年を重ねたわけなんですけれども、毎年誕生日は感謝の気持ちをすごい持つ日でもあって、で今回は本当にバタバタしてる中サポートしてくれたりとか、一緒に楽しい旅を過ごしてくれたりとか、適度に仕事もさせてくれたりとか、旅の間もねっていうパートナーの線にすごい感謝の気持ちでいっぱいだなっていう風に感じる年でしたね。両親からもテレビ電話がかかってきたりとかして、それもすごい嬉しかったし、毎年かけてくれるんですけど、出た瞬間にバースデーソングを歌われるっていうのが毎年恒例なんですけど、両親も健康に年を重ねてるっていうのにもすごく感謝だし、忙しかったとはいえ忙しくさせてもらえることにも感謝だし、でこの間の YouTube のビデオでも話したその YouTube のコミュニティに関してもすごく感謝していますし、皆さんからいただいている愛をみんなに返していく恩返しの、その身の回りの方々もそうだし、応援してくださってる方々もそうだし、皆さんに恩返しができる一年にまたしたいなと思っております。で今日は朝ずっと作業をしておりまして、いろんなデータの確認とかメールの返信とかしてたんですけど、編集とかもちょっとしてたんだけど、この後セーフスペースの新しいエピソードの収録がありまして、今回またゲストを迎えます。この YouTube が出る頃には出ているのだろうか、ちょっと分かんないから、でもまだ話さないでおこうと思うんですけど、今回はインタビュー方式のエピソードということで、私もすごく楽しみにしていて、これまではゲストを迎えた時に皆さんからいただいた質問にお答えするスタイルだったんですけど、今回は私がインタビューをするスタイルということで、ゲストのリサーチだったりとか、こういう質問私が聞いてみたい、みんなもこういうのだったら聞いてみたいかなとかっていうことをいろいろ考えながら構成とかも組んでみたんですけど、言っても相手がいることなので、その場のエネルギーとかその場の空気とか流れとかがあると思うから、そういうのにうまく乗りながらいいインタビューができたらいいなと思っております。バースデートリップを振り返っておりましたら、シャネルさんからお花が届きました。誕生日の毎年すっごい素敵なお花を送ってくださって本当にありがとうございます。お味噌汁作ろうと思ったけどお味噌がなかったです。なのでシンプルなランチです。いや着替えました。くつろいでポッドキャストやりたいと思ってスウェットに、上下スウェットですに着替えました。でこれからポッドキャストの収録に向かいたいと思うんですけれども、準備してて、最近ねマイクを買ったの2つ目で、この新しい方にはねこのケースがついてこなかったので、
こちらのタオルで巻いて持ってきたいなと思っております。ただこっちのケースもさ、なんかややふわみたいな感じの入れ物なので、もうちょっと守ってるぜ感がある固めのハードケース、カメラのケースみたいなやつがあるといいかなと思ってるんだけど、これもねこのまま私は放り投げて入れてるんですけど、多分もうちょっとなんか守ってあげたい、こちらも。でコードに関してはポッドキャストのマイクのコードってめっちゃ長くて、いろんなところで取れるようにだと思うんだけど、こんな感じで入ってるんですけど、もうちょっとなんか綺麗に収納できるやつにしたいなと思っております。今日初めてインタビュースタイルなんですけど、でもこれからいろんな人をインタビューできるといいなという思いも込めて、ちょっとポッドキャストの機材を充実させたいなと思っております。でスウェットに着替えたんですけれども、時間が近づくにつれて徐々に緊張してまいりました。すごい仲がいい方ではあるんですけど、でもやっぱりちゃんとリスペクトも示したいからプロフェッショナルにやりたいなと思ってるんですけど、楽しい時間になるっていうのが大事なので、それを頭にしっかり置いて、自分が何をしに行ってるかっていうのを忘れないで楽しくやれたらなと思います。おはよう。今日は我々家具を見に参ります。美しいものを見て癒されましょうということで、私からのリクエストで友達から聞いてたすごい可愛い家具屋さんを見に行きます。何か欲しいものはありますか、センさん？照明？なんかランプとか？そうね、最近照明ベッドルームにもう一個あってもいいかなと思う。私はあれが欲しいです。引き続きリビングに迷ってた本棚、ちょっとちっちゃい本棚がコーナーに欲しいなと思っていて、あんまり背の高くない、しかも木で暗めの色で、それが入ったらもうちょっとリビングルームがキュッと締まっていいかなと思ってあんまり大きすぎないやつが欲しいんですけど、なかなか希望のサイズが見つからないんですね。結構長い間探しているんですけれども、今日もしかしたら見つかるかもね。楽しみだな、家具屋さん。美しかったです。いやー最高だったね。最高でした。もう美しい家具がいっぱいあって、すごい幸せな気持ちになって、もうホクホクって感じ。欲しいものはいっぱいあったんですけどあったね。でもちょっと家を一回様子見つつ、バランスとか見つつ、狙っていた棚はちょうどいいのがなかったんですけど、でも線が言ってた照明は本当可愛いのがいっぱいあったので、一回家に持ち帰って決めようかっていうことで、今日は何も買わなかったんですけど、家具屋さんでは。ただこの後ろに見えてるこちらカレンダー買いました。2026年の100円ローソンで。これめっちゃ良くないですか？このカレンダー、これ予定書くところがいっぱいあって、この数字が大きくて、このサイズ非常にスケジュールが分かりやすい。これ我々必要ですよ。キッチンのカレンダー2026年はこちらになります。下町にできたね。来年ゲット。そうです。もう来年の準備をあと2ヶ月しかないからちょっと緊張してる。そうだよ、あともう2ヶ月で終わっちゃうんだよ今年。ショッキング。あっという間だね。早かったね。今年は早かったって毎年言ってる気がしますけど、でも今年は本当に早かった。海外も多かったですからね、今年はね。多かったね。でもちょっとやっぱり数字にびっくりしちゃいますね。2026っていう、もう2000年になってから26年も経ったんだと思うと、やばいな。ちょっとすごくない？さらにいい年にできるように頑張りましょうね。あと2ヶ月、
楽しみましょう。楽しみましょう。これからシャネルのイベントに行くのでお化粧しております。なんだか久しぶりにセルフメイクをした気がしてるけど、多分そんなことない。今日は先ほどアイワンに行ってマッサージしてもらったので、顔がすっきりだし体がゆるゆるでとってもいい感じでございます。自律神経の乱れにより胃が張ってるって言ってた。あと腸が動いてないって言ってて、なんか戦闘態勢になりすぎだから休んでくださいって言われました今日はねレザーのベストを衣装で着るんですけど、結構強めな感じだからリップをすごいバックしてます。トラックがうるさいです。レザーのベストなのでちょっとリップはどうしたもんかと思ってるんですけど、なんかこんぐらい自然な感じがいいのかしら。もう一回着てみるか。じゃん、ベスト着てみました。鏡で見たらやっぱちょっとリップが弱すぎる気がするので、もうちょっと濃いやつにします。こちらエルメスのルージュシナブル、ルージュエルメスルージュアレーブルマットなIt just landed on my sweatpants. Did it safe or not safe? No. Oh no. It came out too far. Yeah. Jeez. ちょっと開ける勢いがすごすぎてリップ飛んじゃった。スウェットに。まあしょうが Is ない。 there anything I can do? 後で石鹸で洗います。 Okay. ありがとう。華麗に飛びましたね、リップが。こんぐらいが可愛い気がします。どう？こんぐらいがいいね。全身黒なんです今日は。長めの開き目ボリュームありめのスカートと、あとは前に買ったクレージュのブーツを履こうと思ってるので黒でバッグも黒なので、リップがこんぐらいあるといいかなと思う。でもこんぐらいするんだったらもうちょっと肌にツヤがあってもいいかなと思う。なんかツヤツヤツヤってしてもいいかなと思う。眉毛を足すのか足さないのか。足さなくてもいいけどほくろ足そう。よし、行ってきます。すごい急いでバタバタ出たのに、なんと1時間早かったです。もう暗くなるのが早いから5時45分だと思ってたらまだ4時45分でした。仕事します。麻布台ヒルズに来ました。またしてもこれからワインと生ハムを買いに参ります。せんちゃん眠そうだね。